はい、どうも。今日はですね、動画にリクエストいただきました松のね、目摘みとか目かき、逆か、目かきとか目摘みとか目切りのね、話をしていこうかと思います。全体を通してですね、1年、松って結構いろんなとこで目取ったり、目切ったり、剪定したりっていろいろあると思うので、結局のところ自分が作りたいものについてどれを取ればこうね、どの選択肢を取れば作りたいものが作れるのかわからんということになりがちかなと思ったので、年間通してここでやってるこれはこんな感じですっていうのをね、こう一個一個説明していって、で1年間通して自分に必要なものをどれかっていうのを見てもらえればなと思ってます。なので一個一個の作業については、かなりざっくりと説明するので、やり始めた時はそうだな、ちょっとあの説明じゃよく分かんなかったってことになるかもしれないですが、その場合は、僕の動画あればそれはね概要欄に入れときますし、なければちょっとご自身で探して見ていただければと思います。で、一度ですね喋りながら撮ってみたんですけど、非常に分かりづらいような気がしたので、iPad を使ってですね、また、フローチャートかみたいな感じでちょっと書いてって、で説明できればなと思ってます。じゃあ早速やっていきます。で今日説明するのはこの3つ、左から五葉松、赤松、黒松です。この3つですね。で、基本的には作業の内容はすごい似通ってるので、共通している部分からどんどん説明していって、であとはそうだな、個別にこれはこうって特にそんなないんですけど、五葉松だけちょっと漢字が違うので、そこだけ別にね説明していこうかと思います。ちょっとね書きながらやるので、この手袋ついてますけど不自然ですが、気にしないでいただいて、じゃあやっていきます。まずですね、大きく作業をこうざっくり分けていくと、目かきっていう作業と目摘みっていうのと目切りっていうのの3つになってます。でそうだな、どこからいこうかな。ここら辺からでいいか。今の時期なんかはですね、特に芽がこう出てきてて、これをね、まず芽かき取る、不要なものを取るところからスタートします。じゃあそこら辺からちょっとまずは図にしながらね書いていこうかと思います。書いていこうかじゃないね、図にしながら説明していこうかと思います。目かきですね。だいたい4月頃、初めとかかな、4月の初めぐらいにやります。目かきって何かっていうと、ここに出てるねこの松はそうでもない、自分でやっちゃったからないんですけど、こう芽ってね一箇所からたくさんこう出たりします。こんな感じで。でその中でうわ意図せぬアクシデント、ちょっと消します。ゴミ取ろうと思ったら書いちゃった。その中で、3つ以上ある芽はですね、後々使いづらくなってくるので、大体は真ん中とか、あとは大きいものだとねそのまま元気よく育っていっちゃうんで、小さいものに合わせて2つ残したりします。でこの時に、別々の方向にね伸びるものを残してあげると後で使いやすいですね。で芽かきはですね、下の枝とか横の枝は OK なんですが、これ樹幹部ですね。よいしょ、ちょっとこれ大きいのに変えましょうか。よいしょ。木の頂点の部分については結構ねモサモサしてて OK なので、ここもね2つに分けちゃうとちょっと寂しくなることがあるんで、ここだけは3個とか4個とか残しといて、で、さっきのこれみたいにまだ小さいのをどんどん大きくしていった時に、ここはもう枝、そんなにいっぱいなくていいなと思ったら、芯の方を1つ決めてもう1つを枝にして残りを切っちゃうっていう方法があります。でこれを4月ぐらいにまずやりますと。でその次によいしょ、次が目摘みですね。ちょっとね字汚くてすいません、うまく書けないですこれ。目摘みですね。これもまた4月ぐらい、末とかかな、4月末ぐらいでやっていきます。具体的にどんな内容かっていうと、このさっきのねこの伸びた芽、これがピヨーンと伸びますよね。何個か伸びてます。
結構大きさが違うような感じになってくるので、それをですね、目安としては半分、またはこう小さい方に合わせるとかにして、こうね、ここパキッと取っちゃいます。ハサミで切ってもいいですし、取ってもいいですし、まあこれぐらい刃が出ててもね、全然気にせずやっちゃって問題ありません。で、それをまずやって、これでですね、目の大きさを調整して、元気がね、こう均等になるように調整します。で、この後ですね、また別のパターンとして、ここでね、単葉法、違う、これ短いじゃないわ。短い葉っぱの方法、単葉法っていうのがあります。これはですね、葉っぱをですね、これ黒松なんですけど、短いの分かりますよね。普通もっと長いんですね。黒松って普通はこれぐらい長いんですよ。よいしょ、比べてもらうと分かると思いますが、結構短めですね。このようにですね、葉を短くする方法で、6月末とか、あと7月の初めぐらいに、それまでですね、今年伸びてきたこう芽がウィーンとあると思うんですよ。で、葉っぱがちょっと雑ですけど生えてって、それをこの元の部分からですね、全部切ります。カット。で、そうするとこの後ですね、2番目がここから出てきて、これ2個だけじゃなくて何個も出たりするんで、必要に応じてこの芽はね取っちゃってください。で、2目にしとくといいです。で、こうやって出てきた芽がこう伸びると、そこからですね伸びてく葉はですね、元の黒松の長さまでならないで、短いまんまで止まります。そこまで成長する期間がないからっていうことなんですが、短く止めれると。これが単葉ですね。単葉法。で、僕はですね、だいたい元気だったら単葉法をやります。元気二重丸なら単葉法。そうでもない、元気が三角は×だったら芽かきして目摘みでおしまいと。こんな感じでやってます。で、五葉松の場合は、もう、目摘みまでで OK です。単葉法をやるにもそもそもね、もともと歯短いですし、そんなに単葉にする必要ないと思いますので、ここだけで OK っていうことになります。あとの五葉松のその手入れ、細かいのいろいろあるんですが、それはとりあえず置いといて、そこの目摘みまででもう全部 OK と。で、僕的には赤松、黒松も単葉までしかやりません。ここまでですね。で、一応その先にも作業があって、ちょっとこれ一回消しますね。一回消して、新規で出せばいいのかな。よいしょ。今度ですね、中目切りっていうのがあります。中目切り。これがだいたい8月末もしくは9月の初めぐらいですねにやる作業になります。で、内容はさっきの単葉法とか目摘みと同じです。要は伸びたとこですね。これが伸びてきて、もうこの辺でいいかなと思ったら切っちゃうっていう、それだけです。で、これ何の効果があるかっていうと、出てくる2番目がこれが、翌年の芽になります。翌年の芽。なので、ここから葉が伸びずに、その位置から来年の春また芽が伸び出しますっていう方法ですね。具体的にこれ何のタイミングで使うか僕もわかんないですし、やったことないんですけど、例えばさっきのね、目摘みだったり単葉だったりをいっぱい素材があるとねできなかったりするので、それできなかった時の、サブとしてねやるとか、あとはなんだろうな、すごい素材を育てててある程度まで伸ばしたからもうその先はいいよっていうことで止めちゃったりするための、やり方ですね。で、中目切り。大体ここまでが目切りです。目切り。
で一応この中で自分が作りたいものに合わせて、剪定というか目摘みや、目切りをやっていくと。でですね、別になんか必ずこの作業全部やんなきゃいけないってことはなくて、目かきぐらいはやった方がいいかなと思うんですけど、例えば目摘みとかしないでこういうですね、こうヒュワーっと長いのを作りたいってなったら、これ一回やっぱり伸ばさないとこう曲げられないので、僕みたいにちょっとずつ作ってると少しずつ太くなって硬くなって結局曲げれないってことになるので、こういうの作る時は一回こうガーッと伸ばす、目摘みとかしないでそのまま1本伸ばして曲げるっていう方法が必要になるので、このタイプを作りたい時はさっきの方法はこれが出来上がるまでは待つと。で先端までここまでで OK と思ったら目摘みとか目かきとか、単葉法ってやっていくっていう感じになります。でですね、結局その単葉法とかも一回出てきた芽を切っちゃってもう一回出させる、方法なので、これって結構木に負担がかかるんですよね。なので、単葉法は特に毎年はやらずに、やるんだったら隔年1年、今年やったら来年休むとかっていう風にやった方が本当はいいです。僕は単にそれがやりたいから毎年元気だったらやっちゃうっていう方法でやってますけど、毎年やるのは本当はおすすめしません。木が弱るのでそこら辺注意が必要です。でですね、結局ですね、単葉をやらないで元気に育てて葉も短くて、芽もたくさん出るのは何かっていうと、結局ね、この千寿丸、黒松の千寿丸ですね。これ去年ですね、花織さんとこのオンラインオークションで買ったんですが、これはねやっぱ葉がもともと短くて、さらにですね芽もやたら出ます。八つ房症ってやつですね。枝があっちこっちから出る、そういう感じになってます。芽もね透かして内側からちょこっと出してやろうかなと思ったら、そんなレベルじゃなくて小さいのがやたらめったら出てるので、これやっぱりね小さく作れるし、葉も短いし芽も出るし、結局これ買うのがいいんじゃないかなと僕は本当は思ってます。これなんか余計なことしないでも済むし、元気なまんまずっと小さく作れるので、これおすすめですね。はい、というわけでいろいろ話してきましたが、年間通してこれみたいなこんな感じで、芽をね摘んだりとか芽切ったりとか2番芽吹かしたりという作業がありますが、とりあえず芽かきやって芽摘み、緑摘みとも言うんですけど、そこだけやっとけばもういいのかなと思います。でその先なんか難しいことは少しねこう木を何年かっていうか1年2年やればいいと思うんですけど、育ててって、黒松ってこういう木なんだな、じゃあもうちょっとこうしてみたいなっていう風になった時にやればそれで OK だと思いますので、五葉松なんかは特にね、なんかいろいろやることもないし、全然ねこう成長も遅いので、これで4年とか5年ですよ未生。むちゃくちゃ遅くないですかそういう木なので、ちょっとゆっくりねいろんな作業をこう一応調べるだけ調べて知識として入れといて、で1個ずつゆっくり試してもらえればなと思います。じゃあ今日はこんな感じで、今日もねご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。ではまた。